にちは。本日はトルコ・イスタンブール空港に行きます。入国の流れと市外までのアクセス方法を紹介していきます。今回私たちが乗るのはガルフエア、タイ・バンコクから出発です。日本は通っていない航空会社。私の場合はワクチンを2回接種しているので、パスポートとワクチン接種証明書だけで OK でした。ワクチン未接種の場合はこのような記載がございましたが、大使館などにお問い合わせいただくと確実です。席は指定しませんでしたが、トランジット後も含めて夫と隣にしてくれました。席の間が広くて快適そう。まずはシンガポールに向かいます。モニターもついていて、映画やテレビが見れます。日本語はありません。似た人いっぱい。軽食パイを渡されました。シンガポールで乗り換え。同じ航空機に乗りますが、セキュリティチェックのため降りて2回荷物検査を通されました。シンガポール空港初めて降りましたが綺麗ですね。続いてシンガポールからバーレーンへ。ここからが長くて到着までは7時間以上かかります。シンガポールを出て2時間くらいで機内食、お魚のカレー味。席は広いですが、寝て起きて久々の長距離はやはり辛いです。1時間くらい遅れて深夜の1時半に到着。前の人についていって荷物検査まで進みます。無事乗り換えロビーに入れました。トランジットの時間は6時間ちょっと。バーレーン空港ってめっちゃ綺麗。深夜でもお店やカフェがやっていました。ちなみに通貨はバーレーンディナールとフィルス。持っていないのでクレジットカードを使います。最高の仮眠ソファー見つけました。乗り口の近くまで移動します。仮眠場所ゲット。この出っ張りは取れないみたい。フリー Wi-Fi もすぐにつながります。でも1時間以降は有料になるので、調べ物はすぐに済ませておきましょう。仮眠ソファーが快適で、いつの間に朝、搭乗ゲートが開きました。航空券とパスポートを見せて出発まで待ちます。ここからトルコまでは4時間くらい。飛行機が一回り小さくなりました。本当だ、ちっちゃいね。バーレーンからイスタンブールへ。バーレーンの街並みが見えます。こんな感じなんですね。機内食は牛肉ミートボールと不思議なデザートついてました。明るい時間に飛行機に乗れるとこういう景色が見えていいですよね。倍速でお送りします。トルコの街並み見えてきました。イスタンブールのヨーロッパ側とアジア側が見える。イスタンブール空港着きました。流れに沿って入国審査へ。とっても賑わってましたが、確認されるのはパスポートだけだったのでスムーズに進みました。荷物が流れてくる場所を確認します。バンコクから2回トランジットがあったので不安でしたが普通にありました。2人とも荷物を受け取って空港の出口に向かいます。 ATM は中にもちょこちょこ設置されてますが、私たちは外でキャッシングします。飛行機を降りて30分ぐらいで外に出れるという最速記録で無事トルコに入国できました。私たちが出た出口の左側にトルコの大手通信会社が3社並びます。ボーダフォンで料金を確認すると、事前に調べてたより倍ぐらい高い気がする。他社も同じぐらいだったので空港は高いと判断。いざとなれば楽天モバイルが使えるので市外で探すことに。この後市外で安く購入できたので次回の動画で紹介します。 ATM は各銀行の前とバス乗り場の近く8番ゲートに集まっています。何銀行か ATM がありますが、手数料を抑えるのに狙っていた第一候補がなかったので QNB 銀行にしてみます。しかしこの ATM にはリラが入っておらずキャッシングできませんでした。その他も通常の手数料以外にかかる ATM オーナー手数料や DCC 手数料などがとても高くて、銀行の隣の ATM へ移動。ちなみに私たちはこのキャッシングで手間取りましたが、正直クレカがあれば市外まで出れるので空港で現金を手にしなくても大丈夫かなと思いました。
そして生活もほとんどクレカでできます。トルコの方は小さい金額でもクレジット払いが多い気がします。でもほとんど現金で払う気だった私たちは6000リラ約5万円のキャッシングに挑戦。やはり手数料爆高&大きい金額下ろせずエラー。結局この ATM の最大2200リラを下ろしました。これからハバイストというバスで市街へ向かいます。出口すぐのエレベーターで下に降ります。タクシーの目安の料金やバスの行き先が載っています。何色だ？イスタンブールカードという交通系 IC カードを購入して乗りたかったんですが、聞いたところハバイストに乗るにはチケットがあればいいのよと言われ、この窓口では購入できず、チケットは1人57リラ450円くらいです。イスタンブールカードは後日市外の船乗り場で購入します。チケット入りの方が14番と教えてくれました。この時間帯は1時間に1本くらい。私たちの住むカドキョイはアジア側で、観光地の旧市街から見て海の向かい側になります。出発の10分前に乗るバスが到着。席の指定はないので並んだ順です。大きい荷物は乗る前に預けます。無料で預かってくれるので、どこで降りるか伝えてタグをもらいます。チケットの QR をスキャンされてバスに乗り込みます。バスの中は綺麗でエアコンも効いています。でも前後が狭くて満席だと窮屈。USB ポートあり、このモニターは永遠に広告が流れます。私が乗ったバスはフリー Wi-Fi がなかったです。トルコに着いた実感の湧く風景に。バス停に到着しました。一番前と真ん中のドアが開きます。タグと交換なので荷物を間違うこともないです。結構バス出てますね。市内を走るバスもたくさん止まっています。バス乗り場の前に大手通信会社3社があります。街中にも何店舗かあったので購入には困らなそう。今すぐトルコ料理を食べたい気持ちを抑えてエアビーで借りたお家に向かいます。10分くらい歩いて到着しました。猫ちゃんいるの知らなかったけど可愛すぎる。もうちょっと街歩きするだけでも楽しい。トルコに着いたら最初にするお役立ち情報を次回紹介します。よかったらチャンネル登録してお待ちください。ご視聴ありがとうございます。高評価